くるみ山荘を訪問していただきありがとうございます。くるみ山荘は電気ガス水道の公共供給を受けないオフグリッドな環境です。今年も七節が来てくれました。去年はこの倍ぐらいの大きさのものが来ましたが、これもそのぐらいになるでしょうか。網戸に捕まっています。このキキョウは去年のこぼれ種から咲いた花です。いろいろな紫色の花を植えましたが、そこからキキョウが一つ命をつないでくれました。フェンスが賑やかになっています。つるバラがありますが、それより勢いの良い植物があります。これは赤い実が綺麗なので残していきます。ブラジオラスを隠しているのでホック系を誘引しました。エキナセアです。今年は3ヶ月ぐらいは咲いてもらおうと思います。前に9月に買った時にはこぼれ種用ですよと言って売っていました。でもこぼれ種は出てきていません。実験住宅が建つ前からあった石があります。それをくるみ山荘に持ってきました。枝打ちの際に生じた枝を短く切り揃え、木道風に並べてみましたが、足元が安定せず危険だと判断して取りやめました。近々実験住宅の建築廃棄物を処分するため集積していました。その中に余った石があるため持ち込んでアプローチの石にしています。石を割ったり周囲を整地するなど工夫してくれた夫に感謝しています。夫はセルフリライアンスの T シャツを着ています。カナダの山奥でオフグリッドな生活をして、その生活をセルフリライアンスという YouTube 動画で配信していらっしゃる方です。T シャツを2枚買って応援しています。置き石でない石は花壇を作るときに土から出てきた石です。紫式部が花をつけています。これは紫の実になります。フェンスの藤が成長しています。何年かして花が咲くようになったら嬉しいです。自生している藤もくるみ山荘には何本かあります。こちらは種苗店で購入したものです。
軒下は雨が降ってもあまり濡れません。水やりが必要になります。蛇口から出る水は川の水なので、木の葉などが入り込み、年中水道屋さんにお願いして通りを良くしていただいています。その都度原因が違い、対処方法も違うので、新しいアドバイスを受けています。川を見に行きます。大雨が降ったばかりなので水量が増しています。川のテレメーターシステムの通訳をしたことを思い出します。巨大な工場での通訳でした。河川の水位を遠隔で監視・測定するテレメーターシステムは、現地に行かずにリアルタイムで河川の状況を把握し、洪水防止や避難指示などの防災判断に活用される仕組みです。工場の中で立ちっぱなしで通訳をして体力の必要性を痛感し、その後ジムに入会したことを思い出します。山間過疎地であっても開発途上国であっても結構テレメーターシステムは使用されているのではないかと思います。通訳の聞き手は開発途上国の方でした。ODA 関連の水利施設の見学ツアーの通訳をしたこともあります。インドのデリー水道局で会議通訳をしたこともあります。インドの歴史的な井戸です。長方形の開口部と正方形の開口部があります。このお嬢さんのいる場所は正方形の開口部があります。10年以上前のことなので記憶は定かではありませんが、あぐら千機羽織だと思います。近くには小学校があり、みんな可愛い顔で挨拶してくれました。さて、話題はくるみ山荘に戻ります。すでに他の藤の花は終わっているのに、ここにある藤は満開です。1、2ヶ月前の藤より香りが弱いように思います。これだけたくさんあれば強い香りがあっても良いのですが、弱めです。日が当たらないわけではないのに、タイミングをずらしてくれて山の彩りとなっています。
1、2ヶ月前に咲いた藤はこのように種を蓄えた鞘が下がり、その鞘も黒くなっています。このように乾燥が進むと、やがてピストルや竹が割れたような乾いた大きな音を立てて、中の種子を遠くまで力強く弾き飛ばします。これはくるみです。道に近いところにある実はもぎ取られているのか、自然に落ちたのか、実が房になっていません。下を見ると少し落ちています。この辺は冬には水が一部凍結していたところです。タコスを作ります。いろいろ具を用意しました。欲張りすぎると巻き込めません。サルサソースを買っていないので、パスタソースのトマトバジルです。手にはロキソニンテープを貼っています。手が痛いのです。前にも親指の周囲が力が入らなくなって使えなくなった時がありましたが、平手の外科で注射を1本打っていただき、何もなかったように治癒したことがあります。このところ力を使うことが多いのでぶり返しています。タコスの方はトマトを減らして量を減らしています。今度はピザドーをこねています。丸くまとめました。一晩で発酵が進みました。3連休にくるみ山荘に行ってパナソニックのビストロでピザを焼く予定でしたが、帰宅する時間になったので、帰宅してからミーレのオーブンでピザを焼きました。カゴメのチューブ入りのピザソースを使っています。シーフード、タコスの残りなどを入れたピザです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。とても励みになります。